今回の産業まとめ。韓国で大規模な商品回収事態。偽造された試験成績書。サムスン以外の有名メーカーも。韓国科学技術情報通信部は放送通信機資材1696件が試験成績書を偽造したとして行政処分を発表しました。報道資料によると、国内外378の企業が提出した1696件に対し、適合性評価を取り消すということです。流通段階にあるものに関しては回収、販売されたものは購入者に告知し、不適合なものは回収するとしています。これは実質上販売中止、回収処分にあたり、混乱が生じると予測されます。今回の措置は、試験成績書が韓国政府指定の試験機関以外で発行されたものを、米国政府指定機関で発行されたように偽造されたものが対象ということです。実際に試験が行われたのは中国広東省東岸市にある同じ試験機関の別地域施設だったことが分かっています。韓国の電波法により、指定された機関で適合性評価を受けていないものは電波法違反に該当するとのことです。処分対象の企業にはサムスン電子やファーウェイ、ドローンメーカーとして知られる中国の DJI などが違反件数上位に挙げられています。その他世界に名だたるメーカーも含まれていますが、企業側がこれに関与したものではないということです。しかしながら管理責任は各企業にあるため、このような厳しい処分を課したと説明しています。対象企業は2ヶ月以内に回収及び業務処理手順改善計画を提示し、1年以内に履行結果を報告しなければならないようです。編集書簡。今回の概要。これから広がりそうな回収騒ぎ。韓国、中国、日本や欧米メーカーも。犯人は一体誰だ？日本にも電波法の適合不適合はあって、たまに海外版のスマートフォンやなんかが国内の電波法に適合していないというのはよくありますね。おそらくそれほど厳密ではなくて、外国人旅行客がスマートフォンを使っているとしょっぴかれるなんてことはないと思います。とはいえ、電波は公共のものですから、勝手に変な電波を出すことはけしからんということで、いろいろと細かいんだと思いますね。こういうところを厳密にやらないと、国防にも関わってくるからということでしょうね。おそらく。さて、今回の一件は各企業にとって大変なことになってしまいました。回収しなくちゃならないなんて、大損失ですね。サムスン電子はワイヤレススピーカーなどとあり、違反件数が23件なので、多岐の商品にわたるのではないかと思います。これを全部回収って、もっと大変でユーザにも迷惑をかけそうなのが背景ビジョンという中国の監視機器メーカー。違反件数224件。おそらく背景ビジョンの監視カメラシステムは韓国でも大きなシェアを占めているでしょうから、回収となるととんでもない事態でしょう。今のところ企業からリリースは出てないようですね。これは大変そうだ。SGJDI オズモはドローンやスマートフォンジンバル、手ぶれを防ぐようなスタビライザーのことですが、当で有名なのでご存知の方もいるかと。個人や企業向けに韓国でも幅広く販売されているでしょうから、こちらも大変なことになりますね。どの企業もそのうちホームページなどで回収に関する情報が掲載されるかと思います。個別連絡しろと言われてるけど、こういうのは無理でしょ。中国企業が大半で、ファーウェイや韓国レノボなどがありますが、その他にも私の知る有名企業もいくつか含まれていました。韓国企業もたくさんありますが、ヒュンダイ AVC ってヒュンダイグループでしょうね。楽器やオーディオなんかを扱っているところ。サムスン IP は VR 機器を扱っているようですね。財閥系はそれくらいしかないのであとはわからないや。日本企業だとエレコムですね。コンピュータ周辺機器や消耗品などを扱っている会社で、ワイヤレスヘッドフォンが問題となりました。中国で作ってるんでしょうね。シスコは今イメージ CM 打ってますけど巨大な通信機器メーカー。ネットギアも巨大通信機器メーカーですね。ウエスタンデジタルのメモリーカードリーダー。勉強のモニター、私も1台使ってるけど、他にはアンカー、ハーマン、BOE は中国のテレビメーカー、エイサーやレイザー、エイデータといったところですね。弊点、これは日本語だと非点ですが、セキュリティ機器メーカー、好きじゃないけど。セ
責任は全てメーカーが負わされることになったのですが、これは一体誰が悪いんでしょうね。ちなみに指定検査機関というのは米国カリフォルニアにあるベイエリア適合研究所 BACL というところで、中国や台湾にも施設があるとか。そのうち米韓相互認定協定ではカリフォルニアの機関だけが公式試験と試験成績書を発行できるということです。ひょっとしたらこの研究所が中国で作ったものは中国で試験すればいいやと雑な手続きを行ったのかもしれません。ちょっとこれについてはわからない。ただ、韓国側としては米国商務省傘下の国立研究所である国立標準技術研究所 NIST に協力を依頼して調べているので、紛れもない事実のようです。今のところ海外では全く話題になっていないので、研究所内の問題ということではなさそうですが、これについては後々わかることでしょう。韓国政府はとりあえず国内向けの措置を行いましたが、これってひょっとしたらグローバルな問題なんじゃないでしょうか。この中国にある研究所が韓国向けだけに偽造を行ったと考えるのは極めて難しいでしょう。でもどうするんだろうね。韓国政府としてもこのままでいいのか、他の国も同様の被害があってこの BACL の信頼は失墜するのでしょうか。韓国政府のお手柄かもしれないし、米国が発見是正すべき問題だったかもしれない。今後の関連報道に注目ですね。これは全部回収するの？韓国だけ？今のところ問題となっているのは韓国だけだけど、ひょっとしたら広がるかもしれないね。日本はどうなの？日本でもこういうの起きるのかな？ちょっと調べてはいるんだけど、影響があるかどうかわからないね。ひょっとしたら米韓の間でだけその試験期間を許可していて日本は関係ないのかもしれない。これまで調べたところでは。そうなんだ。そうだといいね。こんなに色々回収したら大変だよね。回収せずに、米国の施設で再試験して OK ならそのままでもいいってすればいいのにね。使ってる人たちがかわいそうだね。これどうなるのかな？返金されて終わりとか？どうするんだろうね。さっきサムスン電子のサイトを見に行ったけどまだ何も情報がないよ。企業ごとに対応は変わるだろうね。これはそれぞれの企業が悪いってことではないんだよね。そういうことだけど管理責任はあるって言われてるね。多分個別企業で試験成績書の偽造を見抜くのは難しいと思うけど。そこで探偵の出番だね。探偵じゃ解決できないでしょ。さすがに。そうかな。じゃあどうしようもないね。よくわからない世界だよねこれ。今後の対策とかどうするんだろうね。政府に提出しなければならないみたいだけど。難しいね。お役所仕事だから難しいことたくさん書いておけばいいんじゃないの？どうせあっちの人もわかんないでしょ？その可能性は高いね。こうやって意味不明な書類が作られていくんだろうね。きっと雰囲気的にすごそうだったらいいんだよ。行政ってそんなもん？韓国もそれで通るのかな？知らないけど通るんじゃない？それより300以上も企業があるんだったら、一つ一つ読むのも大変だね。こういうのってどれくらい真面目にやるんだろうね。実際に不十分だったら突き返したりするのかな？さあ、でも大きい企業とかだとそういうわけわからないの各専門部署とかあるかもね。行政向け文書作成部みたいな。今時の会社ってそんな感じなの？知らない。うちの会社にはないけど。集まれ、白雪姫のてんこ盛り。私ね、今はパーソナルジムだけだけど、これまではいろいろ習い事してたんだ。習い事か。私もいろいろしたな。池の棒の華道もたしなんだし、ピアノも習ってたし、他には料理教室やワイン教室にも行ってたんだよ。お嬢様って感じがするよね。それだけ聞くとお嬢様って感じもするね。今日はその中から料理教室のお話です。料理教室はね、タイ料理専門の料理教室だったよ。タイ料理って、なんかまた変わったのだね。あの人とどこで知り合ったんだったかな？会社に来ていたパートさんだったかな？自宅でタイ料理専門の教室をやってるって言ってたから通ってみたの。食材によって変わるんだけど、1回5000円とか6000円だった。月1回行ってたよ。結構高いね。それに何人ぐらい来てたの？
生徒さんが5、6人いて、みんなで一緒にフルコースの料理作って、それをおしゃべりしながら食べるの。うわ、結構人数多いね。先生かなり儲かりそうだね。先生は材料を用意してみんなに作らせるだけだし楽だよね。だけどね、使う食材が微妙なの。レモングラスとか、青パパイヤとか、空心菜とか、タロイモとか、パクチーとか。普段買わないものばかりでね、習った料理を家で作ったことが一回もなかったんだ。タロイモとか青パパイヤとかどこで売ってるの？紀ノ国屋で買うようなやつ？そのうち習いに来ている子たちが友達を何人も連れてくるようになって、なんか料理教室というより女子会みたいになっちゃったの。それでね、とうとう気づいちゃったんだよ。あれ？私ってなんで5000円も払って料理を作って気が合わない人たちと女子会に参加してるんだろって。それですぐにね、フェードアウトしたんだ。1年以上通ってたな。気づくのに随分時間がかかったね。そうなんだよ。タイ料理は大好きだよ。でも5000円も出せばお店で好きなタイ料理を食べられるよね。5000円払って自分たちで料理を作るタイレストランだったんだよ。それ聞くとなんかすごく損した気分。